夜になると寂しくて眠れないっていう25歳女性事務職の方からの質問です。それで夜になると寂しいから寝れないで、寝れないから携帯電話をいろいろいじってしまう。で結果的に寝不足になって次の日仕事のパフォーマンスが下がるっていう、悪循環ですよね。この人の問題なんですけど、まず社会人であれば一番は、寝れないことで翌日の仕事に差し支える。それはやっぱりまずいですよね。で、何が良くないかっていうやっぱり眠そうなはずだし、いつも疲れてる感じがすると思うし、そうするとこう周りの人に対してもいい印象をやっぱ与えないし、接客じゃないのかもしれないですけど、当然会社の周囲の人たちにとっても知らないうちにこうなんか不機嫌そうに見えたり調子悪そうに見えたりということは、特に、女性であればその辺のところって期待されると思うんですよね。事務職だったら余計、事務職は暗くていいって営業は明るい方がいいっていうことは絶対ないので、事務所内のおじさんたちにとったら事務の女の子が明るいっていうのはすごい大事な要素なので、もったいないというかね、本当はそういう意図して暗くしてるわけじゃないんだけど、寝れないことでっていうマイナス面がいっぱいあるし、恋人だけじゃなくていい出会いをこういう人って逃してしまうので、疲れた感じがしてる女性はそこがもったいないですよね。友達との出会いとか、新しい出会い、新しいチャンスをことごとく逃すっていう悪循環、それはもう本当に、マイナスになっちゃうかなと思いますね。あとは仕事上でのミスを犯しやすくなる可能性がやっぱ高いですよね。でそのことで他の人の迷惑をかけてしまうし、睡眠不足になってくると自分にどんどん自信がなくなっていくので、肉体的に疲れていくことで精神的に自信がなくなるっていう、でそのデメリットはものすごく大きいです。本人が思ってる以上に大きいですね。あとはね、判断力が鈍ります。それは仕事の判断だけじゃなくて、本当に大事なさまざまな判断に対して非常に良くない判断を下してしまうので、基本的に睡眠不足の人の人生っていうのは、悪いことばっかり起きてくる可能性があります。年取れば取るほど、若いうちはまだね、いろんなものに支えられてっていうのはあるんですけど、いい方向に行く、いいというかなんとか保ってるという部分はあるんですけど、睡眠不足はとにかく大敵なので、健康の面だけじゃなくて精神面、それから、自分の運っていうのかな、人生の運気に対して非常にマイナスなので、やっぱりなんとか寝たいですよね。なので寝れないっていうことが一つの問題、この人にとってね。あと、次に問題なのはやっぱり寂しい病です。で、寂しい、夜になると寂しくなるって、これなんだか分かりません。僕も心理学者じゃないので、心理的にはなんかいろいろと小さい時のとかね、トラウマとかなんか先生は、偉い先生は言うのかもしれないですけど、そんな恐れた話じゃなくて、みんな多分寂しいと思うんですね。ほとんどの人たちは寂しいんじゃないですかね。そんなことないです。寂しいですよね。で、僕は寂しがり屋の本当代名詞みたいな感じで、夜になると寂しくて寂しくて寝れないっていう、その気持ちは非常によくわかります。だけどこの寂しい病っていうのはやっぱりこう大人になってきたら、やっぱりこう孤独に耐える練習っていうのはしなきゃいけないですね。でそれは人生年取れば取るほど寂しさっていうのは今の比じゃなくなってくると思うので、今から寂しいって言ってると多分年取ってもっと寂しくなるんですね。ですからやっぱりこう孤独っていうものと付き合う練習はその寂しさを自覚した段階からしていった方がいいかなっていうですね、問題だと思います。これは問題になってくると思います、今以上に。それからそう、寂しいっていうことが
若いうちは彼氏がいたりして慰めてくれるとか、そういうことで解決するかもしれないですけど、寂しさっていうのは一つの喉の渇きと同じ上なんですよね。だからね、寂しい病にかかっていくともうどんどん寂しくなるんです。で、寂しいから何かその寂しさを紛らわすための刺激とか、刺激を求めるんですね。で、その寂しいから刺激を求める。でもその刺激に慣れてくるとさらにもっと強い刺激を求めるっていうふうにして、どんどん寂しさを紛らわすために強い刺激を求めていく。それはお酒であったり、恋人が一人で飽き足らないとか、いろんな形でエスカレートしていってしまうことがあるんですね。で、それはそれを満たすために働きかければかけるほどもっと強い枯渇状態、上になって帰ってくるんです。寂しさがもっと強烈になるんですね。ですから寂しい、今現代の人たちは本当に寂しい病の人って多いと思うんですけど、孤独に耐える練習、孤独をもっと上行くと楽しむっていう言い方、もう楽しいっていう言い方あんまりしっくりこないんですけどね、なんて言ったらいいんだろう、その孤独と付き合うっていうのかな、そういうとにかく練習をしていかないと結構これ大きい問題になってきますね。で、現代の人たちは非常にそういう寂しい病っていうのが多くなっていると思います。で、もう一個問題点は携帯電話ですね。で、とにかく携帯電話っていうことを自分の悲しみの代償に悲しみの慰めにしたり、寂しさの慰めにしたり、モチベーションアップにしたり、そういう携帯に限らずパソコンもそうですけど、これは本当に大問題だと思いますね。iPhone の発明が史上最悪の発明に将来変わるだろうと僕は思ってるぐらい、スマホもそうですしパソコンもそうですし、非常に便利で人間の生活を大きく変えたって言われるぐらい革新的な出来事なんですけれども、これがいい方向に対しての革新性じゃなくて、悪い方向に対しての人間の最も弱い部分をさらに弱くするっていう、そういったマイナスの可能性を秘めてるっていうところが非常に、問題だなと思ってます。この方の問題って寝れないということが一つですね。次の日の仕事に差し支える、それから、寂しい病、それから携帯電話に対しての依存っていうものが強まっちゃう。その3つがいろいろありますけれども、その3つが特に質問を聞いてて気になったところです。で、処方箋なんですけど、一番提案して差し上げたいことは、とにかくね、新しいことにチャレンジしてほしいです。で、寝れないっていうのは精神論じゃないんですよ。肉体の問題なんです。で、どんなに大変な仕事でもある一定の期間続けてると慣れるので、慣れてくると合理化が始まるんです。で、合理化するってことは上手になるっていうこと、より少ない労力で少ないエネルギーで効率的に仕事ができるっていうことなんです。で、そうするとどうなるかって言ったら、全く初めてスキーに挑戦した、スノボに挑戦したってなると、もうくったくたになって次の日筋肉痛になってっていう状態ですけど、もうシーズン通して何回も何回もスキーで行ってる人はスノボに行ったからといって筋肉痛にもならなくなりますよね。で、そういうふうにして体が合理化されていくっていうことですね。で、自分の知識とか技術とかいろんなものが合理化されていくっていうことは、心身がくたくたになる必要がないんです。で、体っていうのはくたくたになると寝るようにできてるんですね。だから単純に寂しいから寝れないっていうよりも、くたくたになってないので寝れないっていう状態です。で、これもまた現代病ですよね。もう心と体がくったくたになるまで疲れ切ってバターンって寝るっていう経験がないんですよ。でもそれは大人になればなるほど
そういう傾向が強くなるし、仕事の内容によってもそういう傾向がやっぱり強くなるんですね。ですからもうそれに対して何とかできるのは自分だけなんです。方法一つとしては何か習い事してみるとか、新しいことに対してチャレンジする、もしくは仕事をもっとやっぱりくったくたになるまで一生懸命やった方がいいですよね。会社にエレベーターがあるんだったらエレベーター使わないで階段ダッシュするとか、コピー取りに行くスピードを速くするとか、なんかこう頼まれてないのに全員にお茶組みをするとか、自分でそうやって追い込んで肉体的に精神的に疲れていくぐらい、とにかく体を使う、頭を使うっていうことをやっぱりやって、体に「うわ疲れた」って言って、もうなんか化粧も落とさずにお風呂も入らずに、私臭いけど寝るぐらいのそういう状態ぐらいまでくったくたにして自分の体が本当に生理的に生物としてもうダメ、あんたは休みなさいっていう体の機能が働く状態にしないと、もう理屈じゃないんですよね、眠いっていうのは。でそういう状況にまで疲れさせるっていうことですよね。だからこう寝不足で眠いじゃなくて、もう一生懸命働きすぎて、一生懸命新しいことにチャレンジしすぎて眠いっていう状態を作るっていうことですね。でこれがなかなか難しいっていうことです。で、逆に言うと疲れないように生活してしまう、特に女性はそうかもしれないですけど、疲れないように 100% 自分の力を出し切るっていうものは学生が終わるともうやらないんですよね。学生時代にすらやってないっていう人、小学校の時からそういう状態で来てる人たちっていうのはもう不眠症になります。で心配事ばっかり、寂しさだけじゃなくて、今度結婚して家庭ができるともう子供のことばっかり心配してるんですよ。ですからで子供が帰ってこないとか、子供が帰るとか、夜布団に入ってから執行が始まるので、それまではずっと作業してて、布団の中入ってから心配事がいっぱい出てきて目がパッチリしちゃう。でそういう状況の女性って意外にそういうおばさん多いんですよ。だけどそれはね、やっぱり一生懸命働いているようで本人にとっての 100% じゃないんですよね。もう日常のルーティンを忙しそうにやってみせてるだけの話で、本当に必死でやってないっていう。だからもし必死になれないんだったら必死になるぐらいの新しいことにチャレンジするってことですよね。オートバイの免許とか取ったらどうかなと思うんですけど、命の危機を感じないとダメなんです。命の危機を感じないとダメです。で例えばそれは私自身も空手をずっと選手としてやってたので、空手ってもう素手素足で殴り合って倒してしまうって他の人から見ると、わあそれはね大変な競技でしょって言うけど、やっぱりもう15年20年ってやってると、当然自分よりものすごい強い人と当たった時はもう命の危機を感じますよ。緊張するんですね。だけど、日常の稽古の中では一生懸命やってもやっぱりねそこまでくったくたにならないんですよね。やっぱり合理化されていくから、上手になっていってるから。で例えば、お寺でいろいろ山の管理をしたりとか農作業をしたりもするんですけど、もうくったくたになってバタンキューになってその日寝る。どんなに見たいテレビがあっても、どんなに楽しみななんでしょう、本を買ってそれ読みたいなと思っても、どんなに彼女に会いたいなと思っても、もうくたくたになって寝てしまうっていうことは、命の危機を感じるぐらいの新しいことにチャレンジした時です。で今でもものすごくよく寝れるのは、枝打ちって木に登るんですよ。で木に登って、でやっぱり10メーター高い木だとね、15メーター20メーター近いものすごい大きな木とかがあって、そういう木の上でこう枝を打っていくんですね。で命綱をつけてやるんですけど、一歩間違えるとチェーンソーで手を切断、顔を切る。チェーンソーを持って登るので、それで、なんですよね、もう仕事の作業に夢中になって、で、一歩間違えれば落ちて死ぬっていうところを体が恐怖として感じているので、もう作業に慣れて別になんていうのかな、自分では逆に余裕で落ち着いて、焦っちゃダメだから落ち着いてやって落ち着いてやって、この手順でこういうふうにしてちゃんと命綱つけたなって、その無意識でもできるようになってやってるんですけど、夜もうご飯食べてまだやらなきゃいけないことがあるのに、もうこういう状態です。高校生の時の宿題をやってる時の眠たさですよね。もう抵抗できない眠さっていう。でそれは何かって言ったら、体が命の危機を感じるぐらい必死
な状態に追い込まれてるっていうことね。あとやっぱり一生懸命やらざるを得ない、集中せざるを得ないっていうことです。だからものすごい集中力、ものすごいそうですね、集中力ですよね。自分の命の危機を感じるぐらいの集中力っていうものを発揮した時っていうのは必ず人間は休息を必要とするので、生物として。なのでちょっとそこまでの状態っていうのは難しいかもしれませんが、なんか体がとにかくクタクタになる状態っていうのを経験させて、で自然にバタン球で寝るっていうことをすると、その睡眠覚醒のサイクルがはっきりしますですね。であとは朝何時に出て行かれるかわからないんですけど、朝日を浴びるっていうのも体内リズムが整うのでとてもいいと思いますよね。あと夜は携帯電話もそう、テレビもそう、ちっちゃい電気も全部消して真っ暗にして寝る。で朝日を体にしっかり浴びて目の中に光を入れるんです。でそうすると体の中の体内リズムが整って、体内時計が整って、とにかく寝るっていうこと、それから起きるっていうことがはっきりしてくるんです。で現代の人の問題は寝るっていうことと起きるっていうことがはっきりしてないんですよ。寝る時も中途半端な状態で寝ていくし、起きる時も何回か起きてるか寝てるか分かんない状態で電車に乗ってるっていう。この子供たちのようにガーって遊んでてバタン球で寝て、朝になったらまたガーって走り回っててっていうようなオンオフがはっきりしてないんですね。だからその精神的に寂しいから寝れないっていうのもあると思うんですけど、それ以上に体がくったくたになってないので寝れない。でそこに寂しさが襲ってくるっていう状態がおそらくこの方の状態じゃないかなと思います。なので、まずね寝ること、寂しさをどうしたらいいでしょうか。そのおかげで寝れない、そのおかげで仕事がうまくいかないってなんか問題が連続しているようですけど、まずはどうしたら寝れるかっていうことにフォーカスした方がいいです。体のためにも精神的なことのためにもね。なのでとにかくね、寂しさが襲ってくる余地がないぐらいクタクタに疲れる何かを、何でもいいんですけどやってみるといいかなと思いますね。自分が余裕でできないことにチャレンジするってことです。アイスホッケーとかでも何がいいかな。周りに人がやってないことがいいですね。教えてもらえないぐらいね。だからすごい怖い厳しい先生がいる習い事をやるとか、なんかバンジージャンプとかね、なかなか分かんないですけど、トランポリンとかもいいかもしれない。でもそんなことにチャレンジしてみてるといいかなと思いますね。で、とにかく体をクタクタにする、脳も心も体も全部クタクタになるっていう経験をさせて、バタン球っていうことを経験させてあげるといいと思いますね。寝れるようになると思います。それから、寂しさの克服、これは本当に課題なんですけど、携帯電話は本当に便利な道具で自分の気を紛らわすことができるっていうすごいツールですよね。最大の発見ですよね。でいろいろな細かな感情とか寂しさとか悲しさとか、空いた時間とか、もうあらゆることが詰まってますね。小さななんか10センチ5センチぐらいの四角いね、その機械の中に。でもうとにかくあれは悪魔なので、中に流れている情報っていうのはほとんどゴミですから、だから僕は携帯電話っていうのは本当にね、見れば見るほどゴミ人間になっていくです。で、あれは使いこなせる人と使いこなせない人がいて、で世の中の 99% の人は使いこなせないんです。携帯電話に使われてるってことですね。で携帯電話を使いこなせてるような気になってるけれども、本当にゴミを毎日毎日ゴミ情報を自分の中に取り入れてるっていう、そういうむしろ意識を持った方がいいかもしれません。あれを見てて立派な人間になることはありませんから。だから子供たちに携帯せがまれてもそんな必要がないですよね。携帯電話を見ててなんか天才になりましたってことは多分ない。人の流している情報の垂れ流しをいいか悪いか判断できないまま、選択肢がないまま見せつけられるので、全部本人が見ているものの意識に最適化されて携帯のシステムはできてますから、だから本人が、いろんなキーワードを入れますよね。キーワードを入れますよね。でちょっとこれは余談になりますが、携帯電話の
マイナス面で余談になりますが、自分は携帯を通してインターネットを通して世界と触れてると思ってるんですよね。違うんですよ。自分は携帯電話を通して自分の狭い世界に触れてるっていうのが実はインターネットの正体なんです。なぜかと言ったらインターネットっていうのは検索の文化なので、自分がキーワードを入れないと何も出てこないんです。パソコンを立ち上げてじーっとしてたらいろんな情報が出てくることはないんです。テレビはまだ出てきます。インターネットは検索キーワードを入れて初めて検索キーワードに関連する情報が出てくるんです。だから本人が持っている検索キーワード以上のものは出てこないということです。つまりそれは何かというと、その人の頭の中にあることがちょっと拡張するだけっていう話です。そしてそこに出てくる宣伝から何から全部、Google とか Yahoo さんとかねが最適化して、この人はいつもこういうキーワードを調べてるな、じゃあこういうキーワードに関連する広告を出しましょうって言って全部操作されてるんですね、裏で。だからインターネットを見てるっていうことイコール自分の頭の中の脳内に引きこもってるっていうことなんです。全く世界と触れてないので新しい世界に接しないんですね。ですから非常に退化した人間ができます。ですから必ずインターネットを使いこなす人っていうのはリアルの世界です。インターネット以外のところでさまざまな体験をしてさまざまな経験をして、そこで自分のキーワードを広げながらインターネットを利用しているということです。ですから寂しいと思っている時に多分見てる携帯電話って、これ裏で最適化されて、その人の寂しさっていうものを紛らわすための情報をその人用にどんどんセットアップされてるって思った方がいいぐらい。だから非常に危険な状態ですね。なんか今おいくつなのかわからないけど、ずっとそれ続けてるとただの寂しいおばちゃんになっていく、ただの寂しいばあちゃんになっていく。こんな厄介な存在ないですよ。寂しい寂しい寂しいで、結婚したら旦那さんに寂しい寂しい言うし、寂しさを紛らわすためにもうふらふら幽霊のように出ていくようになりますね。で今度子供ができたら自分の寂しさの埋め合わせのために子供を利用するようになります、無意識のうちに。で自分がばあちゃんになったら自分の寂しさの紛らわせのために孫を利用すると最悪のばあちゃんです。最悪ババアですね、これ。だからそういう可能性にまっしぐらなんです。ものすごい危険なことです。でそれは危険ってあんまり思ってない。がんになる以上に多分危険、本当に危ないことなので、それぐらい自覚を持った方がいいです。でちょっと覚えてほしいんですけど、日本が世界に対して誇れるものって IT 技術とか漫画とかなんかいろいろありますけど、でもね、じゃあ日本に対して観光客が来るってなった時に、いろいろ世界をリードしていくような最先端技術、これも海外にどんどん取られていってますよね。でそれ以上に、例えば外国人の旅行者が日本に来た時にどこに行くって言ったら京都奈良じゃないですか。なぜかって言ったら日本の独自の文化っていうものがあるからなんです。でこの日本の独自の文化っていうのがその世界の国と比べた時に経済力とかなんていうか国の大きさとか資源の大きさとか人口の多さとかそういうことと全く異次元で国の魅力になるんですね。その国の魅力で、じゃあこの日本国の国の文化的な魅力、その人の魅力っていうものがいつできてるかって言ったらほとんど江戸時代なんです。で江戸時代っていうのは鎖国をしてた時代ですね。でその鎖国の前の時代にオランダとかいろんな中国とかいろんな文化が入ってきて、それが鎖国をしたことによって日本独自の変容を遂げて日本の文化っていうものができてるんです。それがまた開国した時に日本の魅力として世界から評価される。これ人間も全く一緒で、私たちがいろんな人たちに触れていろんなところに行っていろんな経験をするんですけど、そうやって自分が得てきた経験を自分の中で鎖国をして独自に練り上げた人っていうのが魅力的な人になるんです。でこの鎖国っていうものはいつ一人の時なんですよ。彼氏とイチャイチャしてたら鎖国はできませんし、家族と喧嘩してたら鎖国はできないんです。友達となんかディズニーランド遊びに行ってたら鎖国はできないんです。あくまで一人の寂しい悲しい辛い時期にいろいろと自分で自分の中でぐる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 するっていう、それの中で今までの自分の経験とか今までの自分の中で
あんまりにも寂しいから何か面白いこと考えようとか、あんまりにも寂しいからそう紛らわすために携帯電話じゃなくて自分の中でその寂しさを紛らわしたり面白いことを見つけようっていう発想にならなきゃいけないですね。でそれができた人が本当に魅力的な人になります。だから、今は彼氏がもしいるとしたら、寂しいから彼氏のところ行けば紛れるわ、友達と一緒に遊んでる紛れるわって言うんですけど、寂しいから彼といるっていう関係になっちゃうんですね。彼にとって彼女が魅力的だからいるっていう関係にならなくなるわけです。でこれね、結婚した途端に飽きられます。つまんない女ですよ。寂しい寂しいとか言って、出張行くとこ行ったら寂しいのとか言って、もう邪魔でしかないですからね。もう本当うざがられます。だからそういう人になってほしくないですね。だから寂しい時っていうのはチャンスなので、分かりますよ。私も寂しいっていうのは分かるんですけど、もう寂しい時にはなんか英語の勉強してみたり、なんか自分が新しいことチャレンジしてみたり、とにかく夢中になれることっていうのをどっかで今の段階で見つけないといけないですね。今まだ、25歳ね、25歳ぐらいなのでまだ若いし、もうどんどん物覚え悪くなってきますからね。30になっておしまいじゃないですけど、どんどん記憶力落ちてきますからね。だから今のうちに吸収できること、勉強したいこと、そういったことを自分の中で掘り下げていくっていうことですね。だから寂しさを紛らわせる対象を外に求めないでほしい。若いんだから。だからね、若さっていうのも寂しさにつながってくると思いますけど、今は本当チャンスですね。一番いい時期です。25歳って言ったら本当にこう女性としてもね魅力が出てくる時だし、なんか人間としても深みが出る時期なので、ぜひね寂しさに負けないでっていう言い方もちょっと違うんですけど、寂しさを上手に利用してほしいですね。その寂しいわ、もう寂しくていても立ってもいられないのっていうその気持ちを何か自分を掘り下げて自分の魅力を作るためにそのエネルギーを向けていただけたら、本当に寂しさを感じてる時間はしこたまあるってことなので、この人の場合すごいいいと思います。寂しさを感じてる時間がない人っていうのもいるぐらいで、そういう中で寂しさにもう打ちひしがれるような時間っていうのがあるってことはもう非常なチャンスですから、ぜひそんなことで処方箋まとめると、なんか体をくったくたになるっていうような必死でやらないとついていけないっていうようなことにチャレンジしてほしいなと思います。新しいことで、その上で寂しさを利用して自分の人間性であったり人間の魅力っていうものをね、もっと深めていく鎖国をしてほしいなと、あえて。でもちろん彼氏と会ったり友達と遊んだりっていう時間も大事にする。でその寂しい、うわ寂しいわっていう時間を大事にしてほしいってですね。だから寂しさを自分の楽しみに変えられるようになったら、この人多分もっと3倍ぐらい魅力になると思うんですね。で結果的にもういろんな人から声かけられちゃうから寂しくないっていうことになってくる可能性が大です。ぜひ、寂しさを楽しみに変えていただけるといいかなと思います。